ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治についてです。統一地方選挙が終わったので、現在の政治状況と、そして現在の国民の意向がどのようなものであるか、解説をしていこうと思います。なお、この話をするにあたっては私がどのような考えを持っているかを最初に述べておきます。まず第一に私は、どこか特定の党を支持はしていません。いわゆる無党派層に分類される人間です。ですから、ある政党が提案した政策について、これは良いなと評価したとしても、決してその政党それ自身を支持しているわけではありません。同様に、党としては支持できないんだけれども、特定の個人の議員の活動については応援していますよという話をすることがあります。それは私自身の考えに近かったり、そもそも評価できる政策だったりすることがあるからです。しかし、特定の人物に対して応援しているからといって、その人が所属している政党そのものを支持しているわけでもないといった具合に、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、私は常にそのように個別の案件ごとに考えを持っています。さて、それではそのことを前提として、統一地方選挙を振り返りながら、今の政権や野党の勢力図の変化について見ていきましょう。まずは、現在の岸田政権の支持率から見ていきます。内閣支持率 50.1%、8ヶ月ぶり5割台回復。異次元の対策で少子化改善しない7割。財源のため社会保険料増反対 64.4%。問1、岸田内閣を支持するか支持しないか。1、支持する 50.7%。2、支持しない 44.7%。岸田政権は長い間、支持率 50% 以下という状態が続いていましたが、ここに来て支持率が 50% 台に乗ってきました。問い2の1。問い1で支持すると答えた人は、その理由は何か。一番多かった答えが、5番の他に良い人がいないから 46.8%。いわゆる積極的に岸田首相がいいなと思って支持しているわけではなく、岸田総理に変えて誰にしようというふうにして迷う人がたくさんいるから消極的に支持されているというわけです。問い2の2。問い1で支持しないと答えた人はその理由は何か。ここで一番答えが多かったのが3番の実行力に期待できないから 34.3%。これまで岸田首相に対する評価としてよく出てきた言葉は、検討。とにかく検討し続けるといった話が出てきて、一体いつまで検討しているんだといった話は何度となく聞かれました。このことから実際に実行できるのか、異次元の対策といった言葉を出したときに、本当に異次元なのかと言えるような話が出てきて、いわゆる突っ込み待ちの状態が多かったわけです。問い3、どの政党を支持するか。自民党 33.9%、立憲民主党 5.7%、日本維新の会 7.3%。さあ、ここで一つ問題なのが、質問をする側はきっと2番目に多い支持率だろうと思って、順番としては立憲民主党の名前を2番に当てています。野党第一党なわけですが、国民の支持率としては3番目に位置しています。その他の政党の支持率はこちら。問い4、政府は岸田首相が掲げる次元の異なる少子化対策の政策の叩き台を発表した。児童手当の規模拡大、保育所など育児サービスの強化、男女両方の育児休暇の取得促進などが盛り込まれている。岸田首相の異次元の少子化対策を評価するか、評価しないか。1、評価する 54.1%、評価しない 38.4%。問い5、異次元の少子化対策で少子化が改善すると思うか、改善しないと思うか。大いに改善する 1.2%、ある程度改善する 24.5%、あまり改善しない 49.8%、全く改善しない 20.5%。この3番と4番のあまり改善しない&全く改善しないといった評価できないといった声の方が過半数を超えています。少子化対策に乗り出すことそれ自体は評価していても、その政策の中身については多くの人々が、これじゃとてもじゃないけれども、異次元の少子化対策とは呼べない。これでは少子化対策としては不十分だ。というふうに評価しているわけです。掛け声としては異次元の少子化対策と打ち出したものの、それが看板倒れになっているというのが実際の評価なわけです。それでは岸田首相に対する政策の評価が低いわけですが、じゃあ野党第一党が統一地方選挙に勝ったかといえばそうではありません。立憲泉代表、議席獲得できずも代表を辞任しない。
3日投票が行われた衆参5つの補欠選挙で立憲民主党が議席を獲得できなかったことについて、泉代表は党運営の責任を果たしていきたいと述べ、代表を辞任しない考えを示しました。23日投票が行われた衆参5つの補欠選挙で、立憲民主党は3つの選挙区に公認候補を擁立しましたが、議席を獲得できませんでした。この結果について、立憲民主党の泉代表は、候補者を擁立した選挙区では接戦となり、与党への批判票も多く出たのではないか。野党が候補者を一本化できなかった選挙区もあり、惜しい議席を逃したが、参議院大分選挙区で大接戦に持ち込めたことは前向きに評価したいと述べました。どんなに言い訳をしたところで結果としては全く議席を取れなかったという結果が残っています。一方で統一地方選挙において良い結果を残したのは同じ野党でも維新の方でした。維新、統一地方選、首長と地方議員774人に馬場代表目標達成。日本維新の会の馬場代表は統一地方選挙の結果、全国の自治体の首長と地方議員が非改選も含めて774人になり、目標を達成したとして、次の衆議院選挙では野党第一党を目指す考えを改めて示しました。今回奈良県知事選挙で大阪以外で初めて維新公認の知事が誕生したほか、衆議院和歌山1区の補欠選挙では党として初めて和歌山の小選挙区で議席を獲得しました。馬場代表は身を切る改革や行財政改革を徹底して財源を生み出すことを続けた結果、国民の多くが望む政治の方向性が徐々に芽生えてきている。結果は出ているが、自民党に比べてまだまだひよっこの存在であり、強大な基盤の上に強大な城を築いていきたいと述べました。その上で、次の目標は衆議院で野党第一党の議席を預かることであり、全選挙区に候補者を立てることを目標に擁立作業をやっていく。政権政党を目指しているので、他の党との協力はやらないという考え方で、次の衆議院選挙を戦うのが大方針だと述べました。世論調査においても野党第一党の支持率をもはや維新に奪われてしまった立憲民主党は明らかに凋落傾向が見えています。この原因というのは非常に明らかです。それは立憲民主党があくまでもクレーマー政党に過ぎないということが多くの日本国民にとっては不満の種になっているからです。クレーマーというのはクレームを言う人のことですが、モンスタークレーマーという用語などもあることからもわかるように、必ずしもクレーマーと呼ばれるような存在というものが多くの人々から好意的に見られているわけではありません。例えば今回の統一地方選挙、衆参5つの選挙区で補欠選挙が行われましたが、この中における選挙では立憲民主党は一つも勝つことができませんでした。泉代表は大分選挙においては非常に接戦になったじゃないか、これはとても良いことだといった話をしていますが、その接戦を制するか制さないかといったところが結果としては今につながっています。例えば立憲民主党としては大分よりも山口県の補欠選挙の方を重視していたかもしれません。しかし現実問題として言えば立憲民主党の公認候補として選挙に出ていた有田氏は基本的にはクレーマー気質というものを全開にしていて、結局のところ自分自身がこの国のために何をするかといった話は全くせずに、あの人の問題はこうだ、そして私は批判する人だという姿勢をずっと続けていました。つまり多くの有権者から見た場合において、結局あなたは誰かを批判するためだけに選挙に出ているのという場合にして、決してあなたに政治をしてほしいなと思うような選挙活動はしていなかったのです。ここは非常に多くの問題を抱えている立憲民主党の根本的な体質の悪さです。ただし、このようなクレーマー気質というものを今まで日本国民もある程度は容認してきました。なぜならば、政権政党に対して批判を言う人がいなければ、やはり慣れ合いの政治になり、そのこともまた問題だからです。ですから、ある程度、今の政治には問題があると批判してくれること、それ自体は良いのですが、だからといって批判しかできない政党、クレーマー政党というものは別にそんなに大きな政治勢力としては存在する必要はないのです。端っこの方にちょこっといるだけでも別にそれでピリッと聞いてくれるぐらいで十分なわけです。むしろ今の政権政党に変わるような政党を望むのであれば、そんなに大きな違いがなくても良いから、少しでも今ある政権政党よりもマシな存在というものが欲しいわけです。だからこそ現在の地方選挙においても維新の会が少しずつ伸びてきています。もちろん維新の会にも問題はあるわけですが、しかし
それ以上に自民党に対する不信感といったものが長年ずっと溜まってきた以上は、それに代わるより少しのマシな選択肢といったものが登場してきていることは、多くの国民にとっては選択肢が増えたことであり、歓迎されているわけです。少なくとも立憲民主党のようなクレーマー政党として活動されるよりは、自民党よりもマシですよと言ってくれた方が、まだ国民としては投票しやすいわけです。少なくとも自分で政治を行おうとする意思は見せているわけです。そして地方選挙においては、各地方においてどんなことをやりましたよ、その結果としてどう生活が良くなったかといった話をしながら、維新は徐々に強化され支持基盤を固めてきているわけです。現在のところその支持基盤は関西に偏ってはいるものの、少しずつ広がり始めています。維新は関西である程度こうやればだんだんと国民の支持は受けられるなといういわゆる勝ちパターンというものを全国へと広げようとしているわけです。その手法というのは今ある予算の中から少しでも無駄を見つけてそれらを削減することによってより見えているところにお金を配分するというやり方です。例えば議員報酬を少しでも削ってそこから給食費の無料化であったり教育費をより多くつけることによって成果というものを見える化したわけです。野党の手法の一つとしてできないだろうなと思えるような大きな看板を掲げてより多くの国民の関心を引こうとすることがあります。例えば国債は無限に吸ってもいいかのような誤解を与えるような政策を打ち出してこれで何もかも問題は解決するみたいな夢物語を語って騙されるような人たちが出てくればそれでラッキーみたいな政策を打ち出す政党などがあります。それよりは結局のところちょっとでもいいから何かを削減してそれによって政策を実現しますよという結果を見せてくれた方が比較論としてはまともに見えるわけです。また今回の統一地方選挙だけではなくその前からそうなのですが立憲民主党の中においてはどうしても他の党を批判しつつ自分の党の問題人物については全く自浄作用が働いていないという問題を抱えています。選挙前の小西議員のクレーマー気質満点の政治活動などはまさにそれでしたし、選挙が始まった後における山口県の補欠選挙において行われた有田氏の選挙活動も基本的にはクレーマー全開の活動でしたし、立憲民主党の体質としてそのような誰かを批判するだけで結局のところ良い政治をしようという気概を全く感じられない姿というのは国会議員選挙においても必ず私はブレーキになってくると思います。そうした意味においては今回の統一地方選挙というのは徐々に維新の力が伸びてきたというよりは野党間における支持者の移動というものが確実に起こっているように私には思います。というのも自民党に対する評価が高まっているわけではなく野党の中においてクレーマー政党の立憲民主党に見限りをつけた人たちが維新の方に徐々に流れてきてそれに伴って野党第一党の座を維新が狙う状況になりつつあるわけです。そういう意味では野党が弱いために自民党は今は助かっているといった具合にして岸田首相は決して自分の政策が国民から高く評価されているなどとは誤解しないで政権運営を行ってほしいものです。今回の世論調査においても少子化対策は打ち出したんだけれどもその少子化対策の政策について国民の多くはこれではとてもうまくいかないだろうと思っています。それでも支持率が上がるということは基本的にはまずい政策だなと思われつつもそれ以上に今の野党の方に信頼がないというのが現実だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。統一地方選挙が終わりました。この選挙で明らかなのは立憲民主党がどんどんと没落していてその理由というのがクレーマー体質の立憲民主党にもはや野党としての価値を見出さない国民が増えている。そのため野党間の支持率の移行として維新の支持率が上がっています。一方で岸田政権に対する支持率は上がっているのですが、これは明らかに野党の力不足を原因とした他よりはマシだろうという消極的な支持率というものが上がっているに過ぎないものです。岸田首相がこのような脆弱な支持率について安心するのではなくぜひとも気を引き締めて政権運営に当たってもらいたいものです。国際情勢は非常に厳しい状況が続いていますから、国内で今何を政治として行わなければならないのか、安全保障問題だけではなく、
経済政策や教育対策、少子化対策、様々諸々の政策において前に進めなければならない政策は山盛りあります。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと統一選挙が終わっての感想をぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。